今日は5オフを製造する株式会社富士純薬様とのコラボ商品もちジェルリムーバーをご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。こちらはジェリップをココイストのジェリップボンドもちでつけたネイルです。今日はこちらをもちリムーバーを使ってオフをしていきます。まずは余分な長さをニッパーでカットします。カットができたらカーバイトビットを使って表面を削っていきます。今日はエリカス ATA 社の T-REX カーバイトビットを使用しています。こちらはサクサクと表面を削っていくことができますので、オフやフィルインの削りにとても向いているビットです。まずは通常の装甲布同様、表面のトップジェル、カラージェル、そしてジェリップを削っていきます。ジェリップまで削れるとその下にはジェリップボンドもちがついているんですけれども、こちらはですね、削ると少し引っかかるような素材で表面が白く毛羽立ってきますので、こちらの層がですね見えてくるところまで削っていきます。このジェリップボンドもちなんですが、削りだけでオフしようとするとビットに絡まってしまうことがありますので、ジェリップボンドもちが見えてきたらここからは装甲布をしていきます。それではもう1本も同じように表面から順番に削っていきます。今日はアセトンともちリムーバーのオフの違いを比較していきたいと思いますので、2本ですね、表面を削っていきます。このように表面に白い毛羽立ったものが出てくると、この辺りの層からがジェリップボンドもちです。はい、余分なジェルを削ることができました。ここまでは通常の装甲布と同じです。まずはジェルリムーバーでジェリップボンドもちをオフしていきたいと思います。ジェリップボンドもちの装甲布の方法は普通のジェルのオフの時と全く同じです。コットンにジェルリムーバーを染み込ませてアルミホイルで巻いて約10分から15分放置します。15分弱置いたらアルミホイルとコットンを取ってウッドスティックやメタルプッシャーなどで表面をこそぎ落としていきます。この時にメタルプッシャーがちょっと滑っているのが分かりますでしょうか。ジェリップボンドもちはですね、装甲オフする時にこのようにちょっともちもちプニプニっとした感じになって、なかなかちょっとこそぎ落としにくいのが特徴です。つけるのはとても簡単なんですけれども、ジェルリムーバーでオフする際少しですねねちゃっとしてしまってオフがしにくいのがウィークポイントになっています。ちょっとねこうブニブニプニョプニョっとしていて、なかなかこう爪からですね最後もうちょっとが取れてくれないのがジェルリムーバーでのオフの特徴です。柔らかくはなってるんですけれども、なかなかちょっとこう表面からですね取れてくれないんですよね。取れない分はファイルでもちジェルの表面を引っ掛けるようにして削っていきます。この時に地爪にファイルが当たらないように注意をしてください。柔らかくなっているので引っ掛けてあげるとめくれるようにどんどん取れていってくれます。それでも取りきれない分はもう一度コットンを乗せてアルミホイルを巻いて10分ほど放置します。時間を置いたらまた同じようにアルミホイルとコットンを剥がしてもちジェルとベースジェルをメタルプッシャーでこそぎ落としていきます。ある程度取れたらまた同じようにファイルにもちジェルを引っ掛けるようにして、削り落としていきます。最後に少し残っているジェルをスポンジバッファーで整えていきます。エタノールで拭き取ったらオフの完成です。
次にモチジェルリムーバーでオフをしていきたいと思います。モチリムーバーはこのようなこのようなジェル状のオフ剤です。表面を削ったらモチリムーバーを爪に直接のせていきます。この時にジェル全体を覆うように円を描くようにのせていきます。ちょっと流れそうな時はひっくり返してあげると皮膚につきませんので、ちょっと調整をしながらのせます。そして1分ほど置いておくとこのように全体が白くなってきます。そうすると膜を張っているので、このように触っていただいても大丈夫ですし、流れることもありませんので、スマホなどの指の腹を使うような作業であればこの状態で行うことが可能です。15分ほど置いた後、メタルプッシャーやウッドスティックなどでモチジェルリムーバーの塊を皮膚につかないように真ん中に寄せていきます。この時にモチジェルリムーバーの中にジェルがくるまれているような状態になっていますので、リムーバーで取った時のようなネチャネチャをあまり感じずにオフをすることができます。モチジェルリムーバーを爪から剥がしたら、残った爪表面のジェルはファイルで削り落としていきます。ジェルが柔らかくなっていますので、ファイルに引っ掛けるように削っていきます。この時に地爪にファイルを当てて地爪を削ってしまわないように注意をしてください。はい、これで大体のオフが終わりました。もしまたジェルをつける場合は少し、爪表面にジェルが残っていても大丈夫なんですけれども、この後もうジェルつけないよっていう場合はもう少しきれいに取っていきたいので、もう少しだけファイルをかけていきます。最後にスポンジバッファーに持ち替えて表面を整えていきます。仕上げにエタノールで爪表面を拭いてダストをオフします。こちらで完成です。はい、ジェルリムーバーとモチジェルリムーバーでモチジェルを走行オフしてみました。仕上がりはほぼ同じなんですけれども、工程がモチジェルリムーバーの方がモチジェルのオフに適しているということが分かっていただけたかと思います。もちろんアセトンやジェルリムーバーでもオフができるんですけれども、少し難しいなと思っている方はぜひモチジェルリムーバーを試してみてください。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。今日はモチジェルリムーバーの使い方についてご紹介させていただきました。ぜひココイストチャンネルのチャンネル登録、そして動画がいいねと思ったらいいねボタンのクリックよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。